同じ人間、同じ状況。しかし、その頭の中だけが違った。これは自然を愛する男と知識ゼロの男の予測不能なサバイバル。生存を分けるのは体力じゃない、知識だ。生き残るとは自分の限界を超えていくこと。さあ、熱き男たちのサバイバルが今始まる。はいどうも、水ラーメンです。今回は100時間の無人島サバイバル。持ち物はライト、ナイフ、素潜り道具だけです。水、火、食料はなしで挑みます。そして今回のサバイバル、なんとスペシャルゲストがいるんです。こちら、どうありくんです。お前はめやがったな。過酷なさ、ことはやろうとは言ったよ。これはほんま死ぬやつやんけ、お前。今回サバイバル何回目なん？初回やつ。初回なん？経験人数みたいな感覚で聞いてくんないじゃあどうあり、今回ね、めちゃくちゃきついサバイバルになると思うけど、2人で頑張りましょう。よろしく。サバイバルには3の法則っていうものがあるんだけど、3分間呼吸が止まったら命を落とす。酸素。3時間適切な体温維持ができなかったら命を落とす。その後が3日間水飲まないと人間なくなるのよね。なくなる3日間水ないと。なくなるなんか途中経過とかな消える。今日さ、めっちゃ暑いじゃん。汗とかすごい出るから、何も動かなかった状態だったら、3日間ギリ水飲まなくても生きれるけど、この状態だったら正直1日持つか持たないかないよ。食料は3週間なくても生きれるから、まずはじゃあ水探していきましょうか。みんな今回の無人島パッと見渡した感じ、水源が本当になさそうなんだよね。高い木とかがめっちゃ生い茂ってたら、地下水がある可能性があって、本来はまずドアリちゃんと高い場所に行って、水源あるか見定めていきたいんだけど、ちょっとこの高さは厳しいな。ドアリちゃん足元気をつけて。開幕からここで気がしてるから確かに。普通に切り傷早いと思う。サバイバル始まる前からこんな傷だらけで。1時間以内でこれやぞ。お前100時間後普通に死んでるやろ。お前海水飲んだらなんであかんの？海水の水は塩分濃度がシンプルに高すぎるんよ。塩分を分解するのにさらに水が必要になるんよね。見てみて。めっちゃさ、ちょっと食えそうな木の実落ちとるやん。もうこれ1食目？これでも食ったら死にます。そんなもんが落ちててわけだよ。上見てみて。ソテツっていう木なんだけど、このソテツの実はサイカシンっていう毒が含まれてて、長時間水にさらして毒を抜かないと食えないのよ。こんな感じで毒の実がたくさん南の島落ちてるんよね。だから分かんない種類は食っちゃダメだから。知識ない人がもし無人島に来たら何も食わん方がええぐらい、もうほんまに。そう、分かんないやつは食わない方がいいし。確かに、いやこれ見てや、なんかもうフルボックした時のよくそんなすぐ出るね。あれ水源じゃない？あれね、水源じゃなくて、これね、タイドプールって言って、海の水が取り残された場所なんよ、ここら辺は。海水と同じ判定なんや。そう、海水と同じ判定だね、ここはね。南の島ってさ、スコールめっちゃ降るんよ。この暑さで雲が温められて、雲が高く登った時に、急激に上で冷やされて、バケツひっくり返したみたいな水がザーって降るのスコールって言うんやけど、スコールが降った時に、岩とかに水が溜まったら、岩に溜まった水を飲もう。そのスコール自体は結構水は綺麗なの？きれい。雨水だから、その煮沸しなくて大丈夫。もし、本当に水源なかったら、朝とか、足に靴下とかいろいろ服を巻いて、そこら辺歩き回って、服についた水を絞り取って、飲むっていう。お前家水道止まってる？ある！水道とかない？どうじゃ水か、あれは飲んでるやつなの？あれ、煮沸必須だけど、川だから飲める。あれ飲めんのか？あれ飲める。水源見っけたよ。結構ふらつくのはもう早いのに。軽くもう喉乾いてる時点で脱水症状を起こしてるから。あ、脱水症状ってそんな近所なの？そんな近所にあるの脱水症状って。水源ありました。あ、これか。直接飲みたいんだけど、この水直接飲んだら、さっき言ったように細菌がたくさんいるから飲めないから、今から一旦火起こしにチャレンジして、水を煮沸して飲みましょう。じゃあとりあえず火が必要みたいな。一旦体温を冷やすために焚き行みたいな感じで使うのいいかもしれない。あ、ほんまに？もう今結構ふらついてるから、それだけで少し楽になる。これ逆に海水でやっちゃうと、後で塩分で肌とか荒れちゃうから、今これ真水だから。あ、ここまで全部真水？そう、全部真水。ちょっと体温冷えるやろ。冷えた。ある意味ヒヤッとしたよね。ヒヤッとした。どっちかわからん。ほんまに冷えてるのが冷えてる。よっしゃ、これで元気だったね。なるか。じゃあ今回火起こし今からしていくんですけど、これなんなんこれ？サバイバル100時間言うてさ、お前がプロでやっても結構厳しいやろ、なかなか。今回秘密道具の4次元ポケット持ってきたから、もしお前が何かあった時、俺がこれで助けるから。食料とか水はこんなの入ってないのか、やっぱり。食料と水は
だってまあ火もないから、うんそれはないけども、うんとりあえず火起こしやね。まあちょっとシャワーいけど任して。オッケー。大丈夫かよっしゃ、じゃあ火起こししていくんだけど、まずは材料集め。最初に、よいしょ。細かい葉っぱこういうのを集めます。火起こしに成功してさ、火種ができても、例えばこのでかい竹とかに火を移そうとしても火力が足りないから全然焼けんのよね。火種ができたところにまずはこういうちっちゃい草をどんどん投下してって順々に火を大きくしていくイメージだから、まずこういうちっちゃい素材を探すわ。ねえ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 、そういうの俺らがこのパサパサ声になるの時間の問題やね。火を起こすための素材がさ、小中大っていい感じに揃ったね。次はさ、弓切り式でやりたいから弓切り式に適した木探してこれ。一緒に受け木はこんな感じでいいんだけど、太さ親指ぐらいで弓切り式の弓になる部分の木を探したくて、丸っぽくて扱いやすいちょっと長めの木がいいかな。空洞じゃない。丸い。これはまっすぐな木が欲しいのよね。まあちょっとほんまにやばいかもしれん。待って、大丈夫？ごめんちょっと。マジで大丈夫？俺急ぎでちょっと木探してくるわ。ちょっと待ってて。今回ね、火起こしする方法なんですけど、ペットボトルに水入れて太陽光にかざして太陽の光を一点に集めてさ、火を起こすっていう方法もあるんだけど、無人島に漂着してるペットボトルって大体表面が削れてて光が分散しちゃってペットボトルの火起こしは無理となると、やっぱ木と木をね擦り合わせて火を作るね方法が一番原始的で一番効率的なんだけど、ちょうどいい木材が全く漂着してないっていう。あったとしても空洞の竹ばかりで火起こしにマジで向いてない。弓切り式に使える木材がこの島一切落ちてない。今から木材をめっちゃ探しに行かんと無理やな。ガチのやつこれは。秘密道具式は秘密道具なんかある？ちょっとワンチャンいけるかもと。ここ50倍速ここ50倍速だ。大きくなる虫眼鏡。これで照らしたやつは大きくなるらしいけど、そんな茶葉は置いといていけんじゃないよこれ。これさえあれば太陽光一点に集めて着火できるわ。理科やっといてよかった。これに直接太陽光を集めますと火起きません。まずは火を起こしやすくさせる木くずみたいのをたくさん作って、そこに着火させてさっき集めて細かい枝を入れていくみたいな感じなんよ。燃え広がる。だから枝に直接やっても木ってできないんよ。虫眼鏡持ってしても。ちょっと急いで火起こしやっていくわ。火を着火させやすい素材を作っていく。こんな感じでちっちゃい木を砕いて、さらにこの素材を石ですりつぶしていく。南の島とかだとヤシとか、本州だとススキとかさ、火起こしすごいしやすいけど、ない場合はこれで自分たちで作るしかないのよね。一点にしっかり集まるように。ちょっとまだ広いな。それでずっとまだずっと燃えるんが先か俺が死ぬんが先かどっちか分からんぞ。手がしびれてさ、同じ位置にやってるつもりでも手がしびれてもどんどんこうやって大きくしてくれる。木をどうに木を持ってきてくれ。すごい来てる。どうちゃん見て。よっしゃー、どうちゃんやった。火ついた。水が飲めんとかこれで水飲める。やっと胴割りが缶持ってきてくれた。アニョハセよ。くっさ。よく洗います。よし。よいしょ。水完璧にできました。水できました。どうちゃん今日一発目の水。感想言うてね。うますぎるでしょ。どうちゃん早く飲んで。はお前おい吐くなどうちゃん腐ったコーヒーだしめっちゃうまい水やん。お前家水道なんやろ。絶対吐かないで頼むからもう少し飲もう。もう少し。さすがにさ摂取量足りないから1日の。どう？おいしい。いや、川の水でもね、しっかり煮沸して飲めばめちゃくちゃ美味しいです。でもちょっと腐っとるかな。よっしゃ、これ繰り返すぞ。
今回僕ら午前中に汗すごいかいて水分失ったから、あとこれ10回ぐらい繰り返して2人とも体を潤していく。あたって、はい、今ねサバイバル開始から7時間が経過しました。どうちゃんが午前中の方ね水をあんまうまく取れなかったのでくたばっちゃってます。ちょっとどうちゃん脱水症状になってるから、この水全部一回飲んで。おい、もったいねえよ。おいおい、漫画みたいな吹き方して。待って、そんなまずかった？涙出てる。寝る前と寝た後で顔3倍に膨れてない？なんかこんな辛い思いして俺太ったな。痩せてくれ。俺顔むくんだ。なんか辛さでほんまに気失うやんこんな。いや、そうね。もう疲労がやっぱ極限になるとね、岩瀬さんの時はさ、天然記念物の岡ヤドカリっていうヤドカリで触っちゃダメなんよね。触んのもこんなんそんなお前ほらかわいいかわいいかわいい。寝てる間とかにこいつ当たってきたらそんなんこんな感じで寝てる間当たってくる可能性もある。ハニートラップすぎる。ハニーかこれお前。いやちょっと待って。やとしてもやりたい放題やりすぎやろ。携帯とか全部あるってお前。これでも俺触れたら、俺が悪い。もう全部同割が悪い。違う10対0でこいつの過失やろお前。おいすぐ転がった。これしたらそこで火消えないから。もうド鉄骨やんお前、ポケモンのどっこらや。もうどうなってんのお前。ポケモンやってた。うん。いや今もうそういうアイスブレイクいらんってお前。今からなんか深めようとすんなよお前。ただいまの時刻が7時前。サバイバル開始もう10時間経ったんだ。お前ジャスト10時間か。ジャスト10時間ぐらい経ったね。もう少しでね完全に暗くなっちゃうけど、今からやっぱ寝る準備しなきゃいけないから、この砂浜さそのまま寝るときついやん。2人で拠点探して住居作りというか睡眠の質を上げるやっていこうか。はい。どうちゃん、ここさ昼間軽く見といたやん。今日はここを僕らの、住居にここ誰がこの玄関で入ってくんのお前。雨も入ってこないし、落石もここら辺比較的リスク少ないと思うんだよね。これ下石でさ体痛いやん。砂を敷くか、すのこみたいのがさっき漂着してたんよ。すのこを取ってきて敷いて、とりあえず簡易的に過ごすかやな。すのこ見つけて、すのここんな結構綺麗やな。すのことりあえずこれ運ぼうか一緒に。せーの。どうちゃんと一回寝てみて。どうこれ。うんこの匂いしかしません。あの高い位置やったら気づかなかったけど、うんこの位置はうんこすぎるってちょっと。胴割りの頭がここにあるんですけど、すぐ後ろにヤギたちのうんこが大名行列してるんですけど、これなんで今これすのこ下に引いてるかっていうとさ、地面から体を離すことによって体温がそのまま地面に奪われるのを下げてるのよ。一旦これからさ寝心地を良くするためにペットボトルとかちょっと敷いて、長ちゃんがさ寝やすいかちょっと検証してみよちゃんと一般人目線でしっかり寝心地がいいかちょっと判断しようと思います。う。よし、じゃあちょっと完成しました。即席ベッド。おお。どう待って、どう。おお、どんぐりの背比べならぬヤギの糞の背比べはこれ。ヤギのうんこのサイズ測ってるみたいな。変わんないってことかい。いやなんか柔らかさはあんねんけど、その分安定感が減ってるやん。こっち絶対こっちなしにしてさ、こっちやぞ。ペットボトル意味ないやんけ。ごめん、20分ぐらいこれ集めといて悪いけど、絶対こっちやもん。お前食えペットボトルってお前ただお前ちょっと環境問題解決しただけやんけお前、ゴミ拾ってお前。2050年までにはさ、魚の量よりこういう海ゴミの量の方が増えるって言われてるから、俺は貢献したい。どこで豆知識話してんのお前。早速今から食を調達していきましょう。目標なんかある？なんか取りたい生き物とかいる？とりあえず素泊まり回避するのはまあもちろんのこと、なんかお前の動画普段見てるととても食い物じゃなさそうなもん食ってるから、今回はちゃんと食べれるやつあります。お多分いるとは思うんだけど、エビとかって甲殻類ってさ、昼間とか岩の隙間に寝てて、夜になるとやっぱ餌とか探したりするから、結構岩の隙間からブワーって一斉に出てくるのよ。昼夜逆転しやね。基本甲殻類昼夜逆転してるから、それを狙うのと、もしかしたら運が良ければウナギが出てる可能性もある。おお、うなぎいるかも。てめえのうなぎはてめえで管理運営できるってことは。そう、15秒経って白焼きってんだからもしかしたらいけるかも。ね、ちゃんと分かってんのか。こんな浅いのにおるん。そう、こんな浅くても全然いるのよ。皮最初パッて照らした時は一番いるから。どうした
うじゃいたけどちょっとでもちょっとちっちゃいな。今ここにうなぎいるよ。ちっちゃいけどちっちゃい。ほら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 、見えた。あ、いた。ちょっとちっちゃすぎるな。ちょっともう少し大きいの狙っていこう。けど今いたね、うなぎ。今狙っていくうなぎでかいと1メートルぐらいの個体もいるから。ちょっとなんかよだれ出てきた。よだれ出てきた。こういうさ流れ込みって上流の方からさ餌とか虫が落ちてくる可能性があるやん。あと酸素供給量がこういう流れ込みって豊富なのね。こういうところに結構大物が潜んでる可能性があるから、今からさ俺らこうやって上登ってるけど、流れ込みにどうしよう、結構注目してみといて。うなぎの高級住宅街。そうタワマンがあるかも。タワマンは低いな、タワマンは。うなぎのタワマン。終わり。これ終わりのこれ。そう躊躇しちゃダメよ。はい、くるほらもう下手くそか。もう下手くそか今の。まだいると思うからもう一回チャレンジしよう。ほら終わり。エビほらどっち。もう取って、お前取って。お前でも取って。いた。俺がこれ取って。そういやー終わり。やった食料や。もう今食いたいもん。ダメや、寄生虫いるからダメや。川でこのサイズってやばくない？普通にスーパーとか言われてそう。そうコンジンテナガエビっていうエビなんだけど、日本で淡水で最大級のエビ、プリップリのエビ。おーっしゃめっちゃ美味しい。茹でても美味しいし焼いても美味しい。これテナガエビっていうぐらいだから、ほら手がすごい長いやん。これでもメスで、オスはもっとこの手が太くなるのよね。南西諸島とか沖縄にいるバカでかいエビといるわけで。お通しがこいつだ。その先は滑ったら即死やから、ちょっと運動神経悪い俺は怖いから、ちょっとお前一旦上見てってくれ。オッケー、じゃあそれ終わってエビとかいろいろ取ってくるわ。オッケー。エビが川下りしてる。こんな初めて見たんだけど、コンジンテナガエビこんな一瞬で一気に3匹も取れちゃった。やばい。おい、そうしてるや。あいつはそうかしい。あいつ命をなめてんのか。ほんであいつこの高さをこんなみるみる登ってくる。モクズガニいる。おー、力強い。これ挟まれたらマジで痛いから。サバイバル中には絶対挟まれたくない。モクズガニ。ゲット。みんなこれめっちゃ美味しいから、上海ガニの禁煙種で、これはね尻蓋が尖ってるからオスなんだけど、とにかく味噌がめちゃくちゃうまいから、ドワリちゃんにこれ食べさせたいね。モクズガニゲット。よっしゃゲット。さすがにこの崖登んなきゃいけないのはちょっと危なすぎるな。スーパーの特売行く感覚で登ってるけど結構危ないです。どうやった？取れた？ういー、カニおるやん。マジか。すごい。一旦これ2人で食おうや。マジで幸せ。エビとカニって普通に高級食材や。めっちゃ嬉しいんだけど、コンジンテナガエビからさばかせていただきます。この焼き鳥みたいな。焼き鳥みたいな感じで、これちょっと贅沢すぎちゃう今日これ。こんな感じで今ね串に刺したんで、これを焼いてく。この熱いやつを少し近づけて、これじっくり焼いていきましょう。やっば。エビすぎるやろ。淡水の生き物だから、寄生虫がつきものだから、中までね生がないようにしっかり焼いてく。でもこのモクズガニなんてさ、淡水の場所から海水まですっごい距離を動き回るんよ。だからウェステルマン配給虫っていう寄生虫が結構この中にいるのよね。火通せばめちゃくちゃ美味しいし、味はもうピカイチだね。じゃあドワリコンジンテナガエビの焼き物完成。食べようか。どうじゃ食べてみて最初。もちろんでも大丈夫よ。おお、めっちゃうまそう。じゃあいきます。はい、お願いします。俺これの良さ伝えるためだけに顔出ししたいもん。うまいか。どうめっちゃエビやん。皮のさ、エビとは思えないでしょ。普通にスーパーのエビやん。すごっ。うまい。よかった。顔見えないけどめちゃくちゃニコニコしてる。俺顔出したいもん今。顔出し始めようかなこれで。食べるよ。いただきます。
マジうまい。ちょっとラグ発生するよな、うますぎて。俺も普通にちょいうまいやったら喋ってたけど、いやうまっ。ブリブリよ。まずいわけがないよ。味噌もちょっと相まってね。イエーイ。うん、うまっ。美味しい。うん、何よ、めちゃくちゃうまいけど、試食みたいな量しかない。食べる量少ないっしょ。スーパーの試食みたいな、味は近い。味ピカイチ。めちゃくちゃカニ。うわ嬉しい。うまい。もう崩れやっぱ好きだわ。うまいのよな。せーの、ごちそうさまでした。こんな、そうやろ、握手みたいな。生きててこんな一口一口味わえへんというか、バクバク食ってもうてたけど、しっかりなんか神経使って食ったらうまいな。そんな量は取れなかったけど、一から自分たちで食材取るっていうのはすごいことだね。確かにね、いろんな悩みとか聞けるよ。なんかやっぱり人間って余裕できすぎたかなと思った。よし、終わり。寝よっか。で、さっきさ、洞窟に拠点一応設置したじゃん。けど今日風全くないし、意外と暑いじゃない。ここで寝ても別に体温も奪われないし、ちょうどいいかなと思って、今日ここで寝ないで一緒に夜空見ながら。そうやね、ちょうど失神した場所やからな。ちょっとね、お前も今までこう床で硬いとこ寝てきたやろうから、俺が配慮でこの枕持ってきてあげたわ。マジ？この暗記パンクッションと、俺が本来着るはずやったドラえもんの着ぐるみなんやけど、暑すぎてこんなん着たらより熱中症で死ぬから今回これ、丸めて枕に。満月の夜にこんなんお前おっ始まってまいんけお前。こっから先はファンティアで。いや今日疲れ2時ぐらいかな。いやとりあえず寝れるだけ寝てやね。どうちゃん今日もありがとう。いやありがとう、ほんま生き延びよう。とりあえずとりあえず生き延びよう。ほんまに生き延びよう。あと3日あるから。あと違う、あと4日か。あと6時になったけどまだこいつ起きてなくて幸せそうすぎるやろ。喋ったら起きよんねこいつ。野生の男ではあんねんな。ちゃんと声が聞こえたら命の危機を察して動きよんねんけど、俺の声やって判断した瞬間安全や思ってもう一回寝よんねん。とりあえずおはようございます。サバイバル2日目、朝今6時ぐらいなんですけど、どうした？寒いし、寒い？どうわり寝れなかった？俺もね、横見たらさ、俺も奪い取ったろうと思って、そしたらお前もう力全部使ってこう寝てるからさ、お前レスリング決め込んでるみたいな出てるしってお前モーニング取ってくわお前。これちょっと俺朝ごはん頑張って取ってくるわ。ちょっとモーニング取らんとね、しかもだって朝潜ってほしい言ったけど、風ももうこれ素人で危ない位置の。やっぱうねってるよね、波がね。これ夜とか潜ったら本当に危ないけど、ちょっと昨日よりうねりがひどくなってるから、明日以降とかもしかしたら波がやばくなるから、軽く潜って魚調達してくるから、その間どうちゃんは何してる？俺はお前の悪口言って好感度下げてるよ。おいなんか今日夜寝れるような仕組みを作っといてくれ。もう壁付きのルームシアターもある。トマトの間違いで多分トマトトマトやねん見えてんの。あれ欲しい。魚をさばくさ、大きめのさ、そうまな板とかテーブル。とりあえずじゃあキッチンか、キッチン俺やってそうキッチンってそうキッチン作りと食食料調達ってことで、じゃあ今回ちょっと分かりましょう。オッケーオッケー。てかあれやん、さっき火出てなかったのになんで火起こせたん？肺の中にギリ火種少し残ってて、肺の中にさ火種入れとくと酸素が完全にシャットアウトされて、最長で10時間とか8時間ぐらい持つのよ。細かい葉っぱもう一回ぶっ込んで再添加して今やったみたいな感じ。睡眠時間そんな長くなかった場合はその火復活させれるのか、寝てる間も。朝水飲まないとやってられんから、もう今冷ましといたからさ。忘れてたこの味。飲んだ瞬間に昨日の思い出全部蘇ってきた。血とか失神とか全部思い出した。思い出の味はね、もう一生忘れないね。これからプライベートでも腐ったコーヒー飲んでください。誰が飲むかお前冷静に考えたらさ、誰が口つけたかわからんからな。美女が口つけてる、美女が口つけてる。韓国のだから甘いんかい。炎上してください。これで頼むから。なんでやねん。ようお前そんな CM みたいに飲むわお前。買ってまうって誰か。ちょっとどうちゃん行ってくるわ、素潜り。昼はさ、お魚が警戒心高いからゆっくりしてから潜ってってバレないようにパーってつく必要があるのよ。もし海が落ち着いたら一緒に潜りましょう。いってらっしゃい。頼んだ。あなた気をつけて帰ってくるのよ。行ってくるわ、あなた。家事と育児は任せてね。木集めてキッチン作って待ってるからね。どっちのあなた。共働きの時代終わったわ。あれ専業主婦や。できるだけうまい魚頼むぞ。お願いします。どうちゃん行ってくるわ。ありがとう。
よっしゃ、胴割りやったぞ。一匹目確保や。握力ないぐらい疲れてるけど、お前のために魚ぶったるとした。おお、あれなんかついてるぞ。おお、森を引く握力も残ってなかったけど、なんとか。いやでかい。おおおお、倒れた。75時間かと。75時間、そういうことやな。結構体力いかれたわ。どうちゃん取れました、今回お魚たち。これはもう紛れもないご飯よ。こちら左から一文字部隊のメス。沖縄でさ、イラブチャーとかよく言うやん。青い魚の総称なんだけど、市場にも並ぶ全然お魚で、フライとかバターに何でも合うから、白身だからすごい人気のお魚なのよね。でこちらが一文字部隊のオス。こいつらオスメスなの？そう、ブダイってさ、性転換するんよ。メスとオスとで色が違ったり、オスの方がさ全然また大きかったり、基本ブダイの仲間は全部性転換すると思ってもらえば。じゃあこいつのお腹の匂いちょっと一回嗅いでみてや。くそ食ったらあかん魚やろ。これ長ニザっていうお魚なんだけど、これニザダイ系のお魚なのよ。ニザダイ系のお魚って海藻とかたくさん食べるやん。海藻って消化意外と難しいのよね。その中で腸をさ、ニザダイ系のお魚って体長の約10倍とか腸が長いんだけど、海藻が発酵するわけよ。発酵した匂いで臭いって感じかな。今ちょっと臭いけど焼けばいけるはず。どうちゃんがさっき取ってくれたこの木の棒にこいつらぶっ刺して焼きましょう。これで焼く。サバイバルって感じやろ。それむずそうやな、口入れる。そうね、ちょっと多分入んないよね。おおちょっと重かったよ。相手が女の子やったらもう無理やりぶち込んで。いいですか。よし。おい、なんつった？全部嘘や。おい、こんな完璧やったのに嘘やと言ってください。撮影前、予報がなかったのに、急遽台風22号が発生。僕たちのサバイバル地に猛スピードで向かっていました。海がかなり荒れてきていて、ニュースを見た船の人がギリギリで迎えに来てくれました。あと少し船が遅れていたら、海が荒れて船が島に近づけず、僕たちは風速50メートルの風に飲まれ、死んでいたかもしれません。水菜と胴割りの決死の脱出が始まります。なんかうわ突破する方俺。うわ、待って。荒れてきてますよ、だいぶ。おお、そういうのならないはい、あらららら。ほんま助けろ。お前な、死ぬ覚悟はいでや、これちょっとうねりやばいですね。お前、シュノーケルなくすなよ、こんな時に。あ、怒られる。あ、ここで怒られる。お前急になくすっていうか、こんな大変な時に3日目からやるっつってたから分からへん、急遽そんなやっても。まあそうだね。うわー、ちょっとこれうねりがすごいな。ああ、頑張って。はい。大丈夫？大丈夫？オッケー。怪我してない？波が。いや、危なかったね、本当に。危なかったじゃん。ありがとう。一旦帰るわ。胴割り、お前パンツ裏返しやぞ。お前泣いてる。なんか泣いてるのなんか出てくるんで、ずっと涙がずっと出てくるんだから。なんでお前か、お前。頑張ろう。